キャンプハックチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。どうにもならない理由で出発が遅れてしまったり、道中で思いもよらないハプニングが発生したりして、キャンプ場のチェックインが夕方以降になってしまう、なんてことが恥ずかしながら少なくない頻度で起こる、私、キャンプハックチャンネルのタグッちゃんと申します。そんな時に僕がどんな風に、どんなギアで過ごしているのかを今回はご紹介させていただきます。キャンプのスタイルは人それぞれだと思いますので、こんなキャンプでもキャンプって言っていいんだ、ぐらいの軽い気持ちでご覧いただければ幸いです。まずは今回使用するキャンプギアをご紹介していきます。最初に取り出したのはワットノットの脚立です。設営はご覧いただいた通り一瞬でして、クーラーボックスのスタンドやチェアとして使えるアイテムです。左に置いてある収納コンテナもワットノットのアイテムです。どちらも2000円以下で購入できるので、ついついリピート買いしてしまうほど気に入っているアイテムでございます。今組み立てているのは Amazon で購入した中華製のテーブルです。4年ぐらい前になりますが、キャンプハックの記事の担当だった時にですね、Amazon レビュー星4つ以上の無名ブランドのキャンプ道具を紹介する、という企画で購入したアイテムです。4年間ずっと定期的に使っていますが、全然壊れなくてですね、耐久性もしっかりあるということが証明され続けております。値段も2000円しないので、なかなかおすすめでございます。チェアも Amazon で購入したヘリノックスタイプの安いアウトドアチェアです。ヘリノックスタイプの格安チェアは骨組みが折れるとか、布が破れるとか、そういった製品も多いんですが、こちらは布がダメになってしまいました。ヘリノックスの正規品も持っているのですが、やっぱりヘリノックスの方が耐久性は高いなと感じています。ということで、こちらは布だけ別売りのものを購入して使っております。革椅子というブランドの革製の布です。値段は安くないんですけど、一生ものだと思って自分を納得させて購入いたしました。最後にランタンを設置してセッティングは完了です。今日のランタンはスーパーウェイというこちらも Amazon で売っているブランドのランタンです。裏側が磁石になっているのでバックドアにそのままくっつけて使っています。以上が、今回のキャンプで使用するキャンプ道具のほとんどでございます。チェックイン時間が遅くなってしまったので、どれも設置が手軽なアイテムをセレクトしてみました。一息ついてから料理を始めたいと思います。今回は最近購入した電気クッカーを試しに使おうと思ってます。収納しているバッグはこれもまたワットノットのアイテムです。これがすごいシンデレラフィットでして、嬉しいですよね。こういうのもうありがてえです。本当。電気クッカーはハゴーギというメーカーのものです。これが一つあれば鍋から焼き物からご飯を炊くこともできて、さらには別売りのプレートでたこ焼きまで作れるらしくてですね。で、出力ワットは600ワットで、そこそこ抑えられてるっていうのも結構ポイントが高いです。詳しいレビューは改めて動画にする予定ですが、見つけた時からかなりテンション上がりっぱなしのアイテムです。それでは料理を始めます。といってもですね、今日は焼いたり温めたりするだけのものにしています。一品目はお肉を焼くだけです。ちなみに使っているトングはコニファーコーンという折りたたみ式のトングです。デザインが気に入っております。味付けはアウトドアスパイスホリニシレットをかけるだけです。アウトドアスパイスは1本で味が決まるので、いつもありがてえ調味料だなと、感謝しております。今日もバッチリでした。美味しかったです。2品目は冷凍餃子です。冷凍食品はクーラーボックスの中でちょっとした保冷剤の効果もあるので、
個人的にキャンプでは買う頻度が高いです。あとは単純に自分で作るより美味しいので好きです。正直凹凸のある今回のプレートに餃子はあまり向いてなかったんですけど、洗い物も減らしたいのでこれ一つで済ませることにしました。3品目はセブンイレブンで売っている冷凍の鍋焼きうどんです。アルミ鍋がこの電気クッカーで使えるのかという検証も兼ねて温めてみます。説明には蓋を剥がして使うように書いてあったのですが、待てど暮らせど、全く温まらずですね。結局蓋を閉めて温め直しました。一応食べられる温度にはなったんですけど、あんまり相性は良くなかったのかもしれません。また改めてちょっと検証してみたいと思っています。今回の料理はどれもお見せするには恥ずかしいレベルのものばかりでしたが、キャンプ飯へのハードルが下がったという方が一人でもいらっしゃれば嬉しいなと思います。料理の後の片付けタイム、個人的にこの時間は嫌いではないです。朝はゆっくりしたいので、夜のうちに片付けられるものをまとめておくというのが、体に染みついております。自宅にいる時よりキャンプの方が片付けがはかどるのは私だけでしょうか。洗い物は布製のバケツにまとめて明日の朝にやろうと思います。バケツがあると洗い物を運ぶのも楽になるので、メーカーを問わず一つあると便利なアイテムでおすすめです。今日はテントやタープを設置していないので、車の中に全てのギアを積み込んでしまいます。この日はキャンプ場に誰もいなかったのであまり気にしていませんが、車の開閉音は夜に結構響くものなので、いつもは優しくハンドアで閉めるように気をつけております。それでは最後に車中泊の寝床を準備する様子をご紹介させていただきます。僕のハイエースの車内はバンライフというには程遠い貨物車なんですが、フラットにはなっているので、そこにサーマレストのクローズドセルマットを敷いています。ただ恥ずかしながら3列目の座席の上はちょっとした段差があるので、そこは別のクローズドセルマットを敷いて段差を減らしています。アジアン雑貨店で購入した布をかぶせて、一人の時もちょっとそれらしく整えております。マットの上に直接寝るより寝心地もアップしますので、個人的に必須のアイテムです。短いですが、これで寝床は完成です。今日はキャンプ場に誰もいないので、窓の目張りもせずそのまま寝ようと思います。詳しい寝床の作り方は別の動画でご紹介しているので、気になった方はぜひそちらもご覧いただければと思います。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録、あとはコメントもお待ちしております。キャンプハックチャンネルのたぐっちゃんでした。ありがとうございました。